こんにちは。今回は、まっすぐ四角く編むだけのカーディガンですが、編み地を工夫して、シーリなジャケット風にしてみました。ジャケットっぽくするために、ポケットをつけています。このポケットは、前回の動画と同じ作り方です。前回の動画で、編み方など詳しくやっているので、よかったら見てみてください。概要欄にリンクを入れておきます。このチャンネルでは、簡単なものしか編めない私が、手編みを練習しながら、簡単だけど、いい感じに仕上がるニットを追求していきます。よければ、いいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。この動画は AI 音声です。聞き取りにくい場合は字幕をご覧ください。はこの4種類を引き揃えます。この黒グレーのファンシーヤーンは、3本の糸でできていて、黒のモール紙と、シンクロのブークレー2本ですね。黒い糸に少しラメが入っています。買った時はこのファンシーヤーンと白いモールの糸が一緒に巻いてありましたが、合いにくかったので糸を分けています。この糸が一緒に巻いてあったモールの糸です。番手は不明ですが、モールにしては細めですね。あとはウール 100% の白い糸を2本引き揃えます。前端のかぎ針部分以外はすべてこの4種類の糸で編んでいます。番手など糸の詳細は概要欄をご覧ください。編み図はこんな感じ。鹿の子柄に近いですが、縦に同じ目が並ぶので、柄が大きくなって凹凸が目立つのでいいなと思い、この柄にしました。編むのはとても簡単だし、ちょうどいい。全体の形はこのようになります。前身頃にポケットがつくので、矢印のようにポケットの袋布も続けて編みます。添え口はリブをつけず、編み出しのままにします。身頃の裾は別糸の作り目から編み出して、後から裾リブを編みます。合うから着丈の調整ができるのでこの方法が好きなんですが、リブから編み出してもいいと思います。棒針は 10mm です。作り目は別糸にして、まずは一番大きな後ろ身頃から編みます。作り目65目。とにかくひたすら編みます。後ろ身頃が編めました。次に前身頃を編んでいきます。作り目30目。前身頃のポケット位置が左右違うので、全く同じ形にはならないです。ポケットの袋部分を続けて編んで、前身頃が1枚編めました。ポケットが編めると嬉しい。続けてもう1枚前身頃を編みます。ポケットの袋部分はすっきり仕上げるために天軸を表目練りやす編みにしています。まあとは言っても編み地が3枚なのでそれなりに厚みは出ますが、2枚目はだいぶ慣れてきているので比較的順調に編めます。実はタイムラプスだと分かりませんが、無心で編んでるとちょいちょい間違えてほどいてやり直すことがよくあります。私だけかな。身頃が編めました。次はお袖。添え口は編み出しを使うので指でかける作り目にしました。作り目は38目。お袖はまっすぐ四角く編むだけ。同じものを2枚編みます。四角いパーツが全部編めました。重ねて大きさの確認をします。次に肩を剥ぐ。次にお袖と身頃を剥ぐ。次に脇と袖下を剥ぐ。次に棒針を 6.5mm に変えて裾の11リブを編みます。ポケットの脇を剥いで、あとは前端のみ。前端はしっかりさせたいのでウール100の白い糸を2本増し糸してかぎ針で編みます。細編みを4段編む。つったり波打ったりしないように注意しながら編みます。ポケット袋布2ループをつける。編みが終わったら仕上げ洗いをします。ぬるま湯に15分つけて中性洗剤で洗い、形を整えて自然乾燥して仕上げます。こんな感じになりました。全然目立たないけどポケットはあります。仕上がりサイズはこんな感じ。四角く編んでいますがサイズのばらつきはあるので平均的なサイズです。予定では全体的にもう少し大きくしたかったのですが、着丈で5センチほど小さくなりました。
お袖は予定より細く上がったので、同じ土木で編むのはなかなか難しいですね。とは言っても編み上がるとそれなりに見えるので悪くないと思う。そしてこのかぎ針の角の部分がどうしても巻いてきますね。難しいな。ポケットのループはこんな感じ。前立てのかぎ針は白い糸をマシートしたので身ごろより少し白くなったけどいいと思う。完全な配色にしても良さそうだけど色がくっきり変わると編み目が目立つので不揃いだとかっこ悪いし上級者向きな気がする。添え口は編み出しのままだけどすっきりいい感じ。肩は伸びないように普通に剥ぎました。アイロンもかけたのにやっぱり前立ての収まりが悪いな。難しい。まあポケットはいい感じにできたし嬉しい。ポケットの中は天竺メリヤス編みなので何気に編み地が変わっていて実用的だし気に入っています。どうでしょうか。こう見ると襟のところが首に沿いすぎているのでもう少し点幅を大きくしてもよかったかな。前立てはちょっとつり気味ですね。かぎ針の目数を増やしたい感じです。ポケットは意外と目立ちますね。よかった。ポケットが大きすぎると伸びてだらしなくなるので大きすぎない方がいいと思います。編み地はいろんなファンシーヤーンを引き揃えた方が雰囲気が出ると思いますが編み地が厚くなりがちなのでできるだけ細い糸を選んで組み合わせた方が麻の調整もしやすいしいいと思います。少し変わった形状の糸を使ったり使う機会のない余った糸とかも一緒に編んでしまってもいいですよね。糸の形状でいうとスラブ、ルークレー、フェザー、モールなどそのまま編むとちょっときつくなりそうな癖のある糸を思い切って使うのもありです。飾りのボタンをつけるともっとジャケットっぽくなるしこの編み地だとクルーネックにしても可愛い。アクセントの色を引き揃えて色で遊んでもいいしお揃いのストールを編んでもいいな。妄想が膨らみます。ご視聴ありがとうございました。